私の名前はベン・ウィテカー。70歳、元電話帳会社の重役。妻を亡くして3年、途方に暮れてるじいさんだ。いや、正確には暮れていたって言うべきか。老後の退屈。周囲にはヨガをする老人、チェスをする老人、そしてスマホを見つめる若者たち。70歳を超えて朝起きてやることがこれか。公園で座って知らん顔の老人たちと同じ時間を潰す。違うな。あっちはヨガをして健康に気を使ってるし、チェス組は脳トレを楽しんでる。俺はただの観察者、いや傍観者だな。シニアインターンプログラム募集中。シニアインターン？最初にこの言葉を聞いた時、正気かって思ったね。70歳の俺が若者ばかりのスタートアップ企業で働く？ジョークか。だが気づけば俺はレザーのアタッシュケースを手に持ち、オフィスの前に立っていた。インターン？冗談だろ？俺の年で若造の豚で働けってのか。でもな、家にいたって暇だ。妻もいない。友達も毎朝同じ話ばっかり。だったらバカみたいなことでもやってみるか。面接。スタートアップ企業アバウト・ザ・ヒットのオフィス。モダンで活気に満ちた雰囲気。ベンが面接室に入る。おお、すごいな。まるで SF 映画のセットみたいだ。どいつもこいつもキーボードを叩きながらカフェラテ片手に忙しそうにしてる。でもよ、これで本当に仕事してるのか。俺が若い頃はタイプライターの音が響く中でタバコをふかしながら仕事をしたもんだ。時代は変わったな。ネクタイを締めてるのなんて俺だけ。おいおい、ここは仕事場か、それとも学生のたまり場か。ベン、インタビュアーと対面。若い採用担当者が緊張しながら質問する。受付の女の子が俺を見るなりフリーズした。いらっしゃいませ。面接の方ですか？そうだろうな。70歳のインターンが来るなんて思わないか。なぜこのプログラムに応募したんですか？暇だったからとは言えないな。経験を生かしたい？いや、それじゃ偉そうか。人生にはまだ学ぶことがあると思いましてね。いいぞベン。適当にごまかせた。面接官、納得したようにうなずく。初出勤。ベンが会社に初めて足を踏み入れる。社員たちが彼をチラ見する。まるで動物園の珍獣扱いだな。そんなにジロジロ見るなって。俺はパンダじゃないぞ。ベン、席に座る。隣の若手社員が微妙な表情。コーヒーいります？ああ、ついに来たぞこの展開。ジジイはコーヒーでも入れてろってか。まあコーヒーくらいは飲むさ。ブラックで頼むよ。ジュールズとの出会い。社長のジュールズがオフィスに現れ、忙しそうに動き回る。おやおや、彼女がこの会社のボスか。映画みたいにパワフルな女性経営者ってのは実在するんだな。スーツもピシッと決まってる。で、まさか俺が彼女のアシスタント？彼女は俺を見ても目を合わせようとしない。っていうか、俺がいること自体が計算外みたいだ。ベン？今日はとりあえず何もしなくて大丈夫です。ああ、これは完全に邪魔しないでってことだな。いいね。久しぶりにこの扱いを受けたよ。ジュールズ・オースティン。若くて賢くてめちゃくちゃ忙しそうなおじょな社長。若者たちとの距離。ランチの時間。若い社員たちがスマホを見ながら談笑している。ランチタイム。社員たちはデスクで何かをもぐもぐ食べてる。なぜかみんなサラダ。俺？サンドイッチに決まってるだろう。クラシックなパストラミサンドだ。だが視線を感じる。ベン、
それグルテンフリーですか？なんだそれ。なぜ全員スマホに向かって会話してるんだ。目の前に人間がいるのに話しかけることすらしないのか。意を決して話しかける。最近の流行って何かあるのか。あ、ベンさん TikTok やります？ティック、なんだそれ。俺の知ってるトックは時計の音だが。会社のピンチ。ジュールズが深刻な表情で会議室にいる。ベンが心配そうに見つめる。おやおや、ボスの顔色が悪いな。会社に何か問題があるのか。こんな時こそ経験者の出番ってもんだろう。ジュールズ、ベンに相談を持ちかける。簡単なことですよ。人間関係もビジネスも基本は変わらない。問題があれば向き合って解決するしかないんです。な、こういうのは年の頃ってやつなんだよ。運転手として雇われる。何もしなくていいと言われたが、結局俺の役目はジュールズの運転手。よより安上がりだと思ったんだろう。彼女が助手席に座るなりスマホをいじり始める。話す気はゼロ。運転しながらふと思った。俺こんな人生想像してたか？いや、想像してなかった。だが悪くない。ある日家まで送って行ったら夫が赤ちゃんを抱えて出迎えた。こいつ専業主婦か。いや別にいいんだけど、なんだろう、この俺とは違う生き方感。複雑だ。俺完全に家族の一員みたいになってないか？部下たちの悩み相談役になってる？気づけばオフィスの若造どもが俺のデスクに来て人生相談を始める。ベン、彼女が SNS で元彼の写真にいいねしてるんですけど、これって浮気ですか？いや、知らねえよ。だが少し考えてから言ってやった。男はな、自分を見てくれる人を大事にしろ。過去は過去だ。我ながら名言だな。オフィスでの影響力が増していく。俺が来てからなぜかオフィスの秩序が整い始めた。若者たちはシャツをちゃんと着るようになり、みんなありがとうと言うようになった。なんだこれ。俺ここで何か変えちまったのか？ジュールズの会社存続問題。ある日ジュールズが頭を抱えていた。投資家から CEO を雇えって言われてるの。つまり彼女は自分の作った会社のトップから降ろされるかもしれないってことだ。俺はじっと彼女を見つめた。ジュールズ、自分のやり方を貫け。それがこの会社を作ったんだろ？彼女は少し驚いた顔をした。そして微笑んだ。夫の浮気を知る。ある夜、俺は偶然ジュールズの夫が他の女と一緒にいるのを見ちまった。なんてこった。この事実を彼女に伝えるべきか。いや、今はまだ早い。ジュールズがベンに心を開き始め、仕事の悩みを打ち明ける。ほらな、結局こうなるんだよ。俺みたいなジジイの経験も時には役に立つってわけだ。なあジュールズ、お前は自分を責めすぎてる。経営ってのは簡単じゃないさ。でもいい会社を作ったんだ。だからちょっと肩の力を抜けよ。まったく年寄りを雇ってみるのも悪くないだろう。最終的にジュールズは会社の CEO の座を守る決断をした。ベン、あなたのおかげよ。いや、俺は何もしてないさ。ただのシニアインターンだからな。でも久々に感じた。この年になってもまだ誰かの役に立てるんだって。70歳の俺がスタートアップ企業で何ができる？そう思っていた。だが結果はまあ悪くない人生経験だったな。次はどこでインターンをしてやろうか。
まだまだやりがいはたくさんある。人生が私を待っている。なあ、みんなもそうだろ？